可愛い系、清純系のコンセプトのガールズグループが必ず通る道。それは、路線変更です。今回は、その中でも A-PINK の路線変更について。結論から言えば、A-PINK の路線変更は、K-POP 界で一番成功したと言っても過言ではありません。その秘密とは何なのでしょうか。路線変更前の A-PINK は、清純コンセプトでヒット曲を連発させていました。セクシーコンセプトが当たり前だったその当時、A-PINK のコンセプトは唯一無二と言えるものでした。途中で、清純系ではない楽曲をリリースしたりもしましたが、ベテラン期に入っても、清楚系コンセプトを貫いていました。しかし、2018年6月、ついに A-PINK に転機が訪れます。1年ぶりの正規カムバとなった、I'm So Sick のコンセプトが、以前の A-PINK とは全く違うものだったからです。どうなるかと思われましたが、結局 I'm So Sick はメロンリアルタイムで3位を記録し、7週間トップ10入りに成功。A-PINK にとっては、ラブ以来の音源成績でした。音楽番組で5冠を達成し、大胆な路線変更は無事に成功。次のカムバとなったも、バグチャートで1位となり、一定の成績を収めます。そしてとどめを刺したのは、2020年にリリースしたドンドロムでした。韓国における全てのリアルタイムチャートで1位を獲得し、オールキルを達成。特にメロンでは、リメンバー以来、A-PINK にとって4年9ヶ月ぶりの1位でした。2011年にデビューした A-PINK にとって、ドンドロム期はすでにデビュー10年目。10年目のガールズグループによる音源チャート1位は、ワンダーガールズ以来、2組目の快挙でした。コンセプトが大きく変わるため、成績が急降下するリスクもある路線変更。A-PINK はこの路線変更を歴代最大級に成功させたことで、第2の全盛期を自ら作ったのです。では、なぜ A-PINK の路線変更は成功したのでしょうか。理由は2つあります。まずは、衣装やダンスを見てみてください。セクシー全振りではなく、むしろ上品さやおしとやかさを感じませんか。つまり、A-PINK はデビューから貫いていた清楚なイメージを残したまま、大人な雰囲気にギアチェンジしたのです。これが、韓国大衆に受けたのではないでしょうか。続いてもう一つの理由。それは、カムバックの間隔が長いことです。要は、長いカムバ間隔が一種のプレミア感を生んでいるのです。実際に、路線変更直前の5から路線変更を行った I'm So Sick まで1年の間隔が空いていました。もし5から数ヶ月の間に I'm So Sick でカムバックをしていれば、いきなりの大人なコンセプトにファンは戸惑いを感じていたかもしれません。たかが1年、されど1年。この1年という期間が路線変更によるコンセプトのギャップを薄くしたのではないでしょうか。A-PINK は A-PINK らしい上品で清楚なイメージを感じる大人なコンセプトを確立し、見事路線変更を成功させました。路線変更はリスクが高いと言われますが、A-PINK はむしろ今が全盛期と言えるほど路線変更前と変わらない素晴らしい成績を残しています。2022年2月にはスペシャルアルバムホーンでデビュー12年目にして新たな姿を見せている A-PINK。これからのまだまだの活躍に期待が高まります。ご視聴ありがとうございました。